出会いがなくてもう限界。でも合コンもアプリも疲れた。そんな悩みありませんか？じゃあジムで彼氏でも作る。いや、それはプロテイン片手に婚活ってことですか？実はスポーツジムは密かに出会いの場として注目されることもあります。とはいえデータを見ると、ジムで知り合った人と交際できた経験はわずか 11.66% ほど。別の調査では 2% なんて結果も少な。100人中2人、新人歓迎会の方がよっぽどカップル誕生しそうですけど。でもゼロではありません。実際、ジムでの偶然の出会いから結婚に至ったカップルも存在します。ジムは汗だくのありのままの姿を晒す場。お見合いみたいに着飾らない分、誠実な関係になりやすい、なんて声も。共通の趣味で一緒に成長できて、一石二鳥ですよね。まず基本情報を押さえましょう。料金は平均月額6000、15000円程度。入会金も別途5000円前後かかります。サービスはジムによりますが、筋トレマシンにプール、お風呂やサウナがついた総合クラブもあります。利用者の年代は10、60代と幅広く、近年は筋トレブームで利用者増加中。ただしジムは本来体を鍛える場所。アンケートでも運動目的で来ている人が大半で、恋愛に発展させるには時間がかかるなんて結果も。実際頻繁に通って顔見知りになるまで3ヶ月以上かかった例も多いです。だから出会いだけを期待するとがっかりするかもしれません。逆にトレーニング自体を楽しめる人が恋もゲットしている共通点があります。あからさまに出会い目的だと周りに警戒されちゃうんですね。例えばトレーニング中にベラベラ話しかけるのは NG。 真剣に鍛えている人ほど話しかけないでと思うものです。いや、ジムでナンパは完全に空気読めてない人ですよ。おすすめできるのは、体を動かすのが好きでまず自分磨きしたい人、運動好きな人同士なら価値観も合いやすく仲良くなりやすいし、会話もフィットネスの話題で盛り上がります。まず友達からゆっくり距離を縮めるのがジム恋愛成功のコツ。反対におすすめできないのは、運動嫌いなのに出会い目的だけで入会する人。高いお金払って筋肉痛になるだけでは辛いですし、この人話し合わなそうと思われて距離を置かれる可能性大です。実際ジムで出会いを成功させるには、自然に声をかけられるコミュ力も必要と言われます。人見知りで動くのも嫌いだと正直厳しいでしょう。とはいえジム通いで健康になりつつ素敵な人と出会えたら一石二鳥ですよね。出会い目的じゃなくトレーニングに集中、これ大事。そうすれば周りもこの人素敵だなと思ってくれるかも。筋トレ頑張る姿って魅力的ですもんね。さあ、ここからはリアルすぎる体験談をどうぞ。20連発でお届けします。体験談1、毎日声かけ作戦の悲劇。匿名30代男性、会社員。あるジムで毎日のように男性に話しかけまくっていた女性がいました。長い髪をわざとほどき直したりしながら愛想よく、あちこちの男性会員に積極的に声かけ、まさにザ出会い目的。しかし結果は芳しくなかったようです。誰とも深い仲になれないまま、彼女はいつの間にか来なくなりました。どうやら当初の恋活目的を達成できず退会してしまった模様。いや、それ完全に空回りじゃないですか。周囲からもあの人はちょっと敬遠されていた空気がありました。ジムでは焦りすぎるアプローチは逆効果。そんな教訓を突きつけられた出来事です。体験談2、危険な誘惑にハッとした主婦。匿名40代女性、パート。42歳の既婚女性、玲子さん、かなの体験です。子育てが一段落とし、自分の時間ができたし何か始めようとスポーツジムに通い始めた玲子さん。ケチな夫へのモヤモヤもあり、ジムで出会った爽やかイケメンに心が揺れます。ある日、その男性45歳、自営業と話すようになり、ついにおしゃれなバーで2人で飲む展開に。スーツ姿で迎えてくれる彼はまるで王子様。玲子さんの胸は高鳴りました。いや、
映画ですかそれ。しかしバーで隣に座った彼がじりじり距離を詰め、太ももに手を。これは明らかに一線越える誘いです。玲子さんはこのままじゃホテルに誘われる、どうしようと体が硬直しました。一瞬夫や娘の顔が浮かび、勇気を出して距離を置きました。幸い彼もそれ以上は強引にせず、そろそろ帰ろうかと解放してくれました。その後その男性とはジムで顔を合わせても互いに気まずくなり、玲子さんはジムを退会する決意をします。一瞬でも間が差しそうになった自分が怖いと振り返ります。家庭という大切な日常を失わずに済んで本当に良かった。ひゃ、ドラマみたいだけど写楽にならないですね。体験談3、ジム仲間カップルの儚い結末。匿名20代男性、会社員。社会人1年目でジム通いを始めた僕は、職場の先輩に誘われてできたジム仲間グループに加わりました。みんなで週3回は顔を合わせ、レッスン後にご飯に行くこともありました。そんな中、入会して2ヶ月ほどでグループに入った同世代の女性 N さんがいました。明るくて気さくな彼女は皆とすぐ打ち解け、特に先輩30代男性といい雰囲気に。やがて先輩と N さんが付き合うことになったんです。ジム仲間からカップル誕生と周囲も盛り上がり、僕も嬉しく見ていました。ところが交際スタートからわずか3ヶ月で別れてしまったんです。理由は聞けませんでしたが、お互い合わなかったのでしょう。先輩はちょっとプレイボーイ気質だったので。はや、ジム初カップルの賞味期限短すぎません？幸い別れた後もグループの友情関係は崩れずほっとしました。ジムで生まれた恋も必ずしも長続きするとは限らないと実感しました。仲間ない恋愛の難しさを垣間見たエピソードです。体験談4、諦めたふりでモテボディ。計画。匿名30代男性、会社員。正直ジムでの出会いなんて無理。下手に声かけたら迷惑なやつになるだけ。24時間ジムに通う30代男性の僕はそう悟りました。他の女性会員に話しかけようものなら白い目で見られそうだし、スタッフがいない時間帯でも絶対関わりません。実際ジムでナンパとかありえないよねという女性の声を耳にしてゾッとしたことも。そこで発想を転換。僕はジムではひたすら筋トレに集中することに決めました。その代わりジムで鍛え上げたモテボディを武器に他の場でモテまくるのが目的です。ストイック。でもそれが賢明かも。週4ペースで通った成果か、体脂肪は 10% 台にまで落ちてバキバキの腹筋をゲット。合コンに行けばすごい筋肉と話題に事欠きません。結局同じジム内ではなく職場の後輩とお付き合いすることになりました。でもこれもジムで鍛えた自分に自信がついたおかげかなと思っています。まさか本当にモテボディで叶えるとは。ジムで無理に異性にアプローチせずとも、自分磨きは巡り巡って恋の武器になるというお話でした。体験談5、人見知り OL。 ロッカールームで一発逆転。匿名20代女性、会社員。毎週決まった時間に通っていると見かける顔ぶれもだんだん固定されてきます。20代 OL の A さんもジムの更衣室で毎回隣のロッカーになる男性がいることに気づいていました。いつも同じですね、わらと軽く会釈する程度で、半年近く会話らしい会話はなし。若い人同士なのにもったいないなと周囲も思うほどお互いシャイだったのです。しかしある日、意を決した A さんが思わず一言、このロッカーもはや私たちの指定席ですよね、わら。その瞬間男性も吹き出してですよねと2人で大笑い。そこから一気に空気が変わり、いつも頑張ってますねとトレーニングの話題で盛り上がりました。連絡先も交換し、帰りにお茶までする仲に発展。実はお互い内心気になっていたことも判明し、その後めでたくお付き合いに。いや、最初の一声って大事ですね。何度も顔を合わせているなら、ちょっとしたユーモアで殻を破ると一気に親しくなれることもあるんですね。あの時の勇気に拍手です。体験談6、また会いましたねから始まる物語。匿名36歳女性、
ウェブライター。フリーランスで在宅仕事中心の私は運動不足解消も兼ねて夜のジムに通っていました。毎回決まった時間に行くうち、よく顔を見る同世代の男性がいたんです。最初はお互いちらっと目が合えばペコリと会釈する程度。でも何度もマシンで隣り合ううちに自然と「こんばんは、今日もいますね」と挨拶を交わす中に、そこから「肩のストレッチはどうやるんですか?」などトレーニングの話をしたり、ジム後に一緒にプロテインを飲んだりするようになりました。同じ時間帯に顔を合わせ続けた単純接触効果でしょうか、次第に彼の存在が気になる存在に。ある日、この後お茶でもどうですかと彼に誘われ、ジム帰りにカフェでゆっくりおしゃべり、お互い映画好きと分かり意気投合し、その場で次の週末に映画館デートが決定。その後も順調に距離が縮まり、今では休日も一緒に過ごす大切な存在になりました。毎週寡黙のジムで会うのがプチデートだったんですね。素敵。やはり同じ時間に通い続けることで自然な出会いが生まれるんだなと実感した体験です。体験談7、シャイ男子、ヨガで心を開く。匿名27歳男性、会社員。僕は筋トレ系よりヨガクラスがお気に入りのちょっと珍しい27歳男性。わら。最初は女性ばかりで緊張しましたが、毎週通ううちに顔なじみもできました。ある日、レッスン後の爽快感も手伝ってか、隣の女性が「今日きつかったですね」と話しかけてくれたんです。普段人見知りな僕ですが、その時はなぜか会話が弾んでしまって、次回もまた頑張りましょうと自然に LINE 交換までしていました。運動後って妙にハイになりますもんね。そう、運動するとエンドルフィンが出て気分が高揚し、普段より積極的になれる効果があるんです。そのおかげか彼女とはトントン拍子で仲良くなり、今ではレッスン帰りに一緒にランチしたり、休日にヨガ以外のお出かけもする仲です。あの日の自分からは想像できない積極性でしたが、汗をかいた後というシチュエーションが背中を押してくれました。ぎこちなくても共通の話題、ヨガのポーズとかがあるので会話もしやすかったですね。人見知り男子が運動の力で一歩踏み出せたお話でした。体験談8、共通の趣味で異性とも友達に。匿名40代女性、主婦。在宅で家事中心の毎日だった私が、健康のため勇気を出してゴールドジムに通い始めたのは40代半ばの頃。同年代の主婦仲間ができ、おしゃべりしながら運動するのが楽しみに。そんな中、帰り際によく顔を合わせる少し年下の男性会員さんと挨拶を交わすようになりました。お疲れ様です。今日も頑張りましたねと玄関で言葉を交わす程度でしたが、ある日、よかったらこの後お茶でもと誘われびっくり。彼も私も同じアーティストのファンだと分かり、一気に話が盛り上がりました。もちろん私が主婦であることは彼も承知なので、恋愛感情抜きの良きジム友達です。週に一度一緒にライブ DVD を見たり推し活イベントに行ったりする間柄になり、夫もジム仲間の〇〇さんねと公認の中、異性の友達ができるなんて思わなかったと自分でも驚きですが、共通の趣味があると年齢や性別を超えてこんなにも楽しいんだと実感しています。ジムが縁で趣味友ができるなんて素敵ですね。恋愛だけじゃなく新しい友情に出会えるのもジム通いの醍醐味だなと思えた経験です。体験談9、フォーム指導が縁結び。匿名20代男性、事務職。27歳の会社員である僕は週2ペースでジム通いをする筋トレ好き。ある夕方、お気に入りのスミスマシンでベンチプレスをしていると、隣でデッドリフトをしていた24歳くらいの女性のフォームが気になりました。思わずそのフォーム、腰に負担かもですと声をかけてしまい、おせっかいだったかなとドキドキ。しかし彼女は驚いた後ににっこり、ありがとうございます、よかったらやり方教えてもらえますかと逆に頼ってくれたんです。天使ですか？それをきっかけに毎回彼女と言葉を交わすようになり、今日も頑張ってますねとお互い励まし合う関係に発展。気づけば毎週同じ時間に合わせて通う仲になっていました。そして出会いから3ヶ月後、
思い切って僕から今度一緒にトレーニング後にご飯でもどうですかと誘い、初めてのジムデートが実現。そのまま交際に。彼女曰く親切にフォームを教えてくれた時から僕に好印象を持ってくれていたそうです。いや、それってもう新人歓迎会レベルのドキドキじゃないですか。まさかの紙一言が縁を結んだ形ですね。ジムでは困っている人にそっとアドバイスしてあげる、そんな優しさが恋を呼ぶこともあると学びました。体験談10、プロテイン味で距離縮めた。匿名30代女性デザイナー。32歳デザイナーの私は筋トレ女子。ある日ジムの休憩スペースで隣に座った営業職の男性29歳がシェーカーでシェイクしていたプロテインの色にギョッとしました。まさかの緑色。それもしやチョコミント味ですか？勇気いりますね、わらと思わず声をかけてしまったんです。彼は吹き出しつつ、ですよね、自分でもチャレンジでしたと返答。そこからどの味がおすすめとプロテイン談義で大いに盛り上がりました。翌週会った時にはお互い別のフレーバーを試して、今日はストロベリーに挑戦です、いいですねなんて報告し合う中に、そしてせっかくだし今度トレ後にカフェでも行きませんという流れで自然に LINE 交換。初めてジム外デートへ。なんという自然な距離の縮め方。共通の趣味とまではいかなくとも、ジムならではの小ネタ、ドリンクやサプリの話題などで会話の糸口がつかめるんですね。おかげで彼とはすっかり意気投合し、今ではお互いのトレーニング成果を報告し合ったり、一緒にスポーツショップでウェア選びをしたりする大切な存在になりました。プロテインが恋のキューピッドになるなんてと笑い合える微笑ましいエピソードです。体験談11、スタッフさんと秘密のご飯。匿名30代男性会社員。ジムでの出会いは会員同士だけじゃありません。30代会社員の僕は筋トレ仲間づてに24時間ジムの女性スタッフさんを紹介されました。いつも笑顔で挨拶してくれる気になる存在でしたが、勤務中に個人的なお誘いは難しい。ところが僕の友人、同じジムの常連が彼女とも顔見知りで、今度3人で飲みに行こうよとセッティングしてくれたんです。飲み会では意外なほど話が弾み、後日改めて彼女と2人きりで食事に行けることに。実は彼女、以前から僕の筋トレ熱心さに好印象を持ってくれていたらしく、お互い最初から打ち解けて楽しい時間を過ごしました。スタッフさんとご飯なんてドラマみたいですね。その後も連絡を取り合い、仕事終わりにジム近くでご飯、送迎と交流が続いています。正式にお付き合いとまではいきませんが、特別な友達以上の関係と言えるかもしれません。ジムではスタッフさんとも顔なじみになれるので、知人の紹介などワンクッションあると仲良くなれるチャンス大です。僕もまさか自分がそのパターンになるとは思いませんでしたが、周囲の協力もあって人生何が起こるかわからないなと感じています。筋トレ仲間は裏切らない。会員スタッフの恋、実は珍しくないのかもしれませんね。体験談12、仲間から恋へ。グループ交流の結末。匿名30代女性看護師。名古屋の某ストレッチ専門ジムに通う31歳看護師の私は、顔見知りのジム仲間グループができて毎週楽しんでいました。毎週同じ曜日時間に来るメンバー同士で自然とおしゃべりするようになり、5人ほどの男女混合グループで休憩中に盛り上がる中に、週にはトレーナーさんも含まれていて、みんなで一緒にランチに行ったりすることも。そんなグループ交流の中で、ある同年代の男性と特に気が合うことに気づきました。今度2人でもどこか行きましょうよと彼から誘ってくれて、ジム終わりに映画を見に行ったり、休日にジョギングやスノーボードに出かけたり、スポーツ以外でもデートを重ねるようになりました。お互い運動好きという共通点があるので、ウェア選びにショッピングに行ったり、休みの日もアクティブに過ごせるのが心地よかったです。その後、自然な流れで交際スタート。グループのみんなも祝福してくれて、最近は彼も含めた友人たちとワイワイ過ごすことも多いです。趣味が同じだとすぐ仲良くなれるって本当ですね。
最初から恋愛目当てではなく、まず仲間として仲良くなったからこそスムーズに恋に発展したのだと思います。社交的に輪を広げることが恋への近道になる恒例でした。体験談13、筋トレ婚活、成功者の言葉。匿名29歳男性、会社員。筋トレ大好きな29歳男性 Y さんは、出会い目的ではなく自分を磨くためにキックボクシングのクラスに通っていました。そこで出会ったのが現在の婚約者です。最初に惹かれたのはクラス中の彼女の真剣な眼差し。この人何事にも一生懸命なんだろうなと心をつかまれました。レッスン後に思い切って話しかけると、なんと価値観も驚くほど似ていることが発覚。お互い健康志向で自己研鑽を大事にしていたんです。毎週一緒に汗を流すうちに信頼感も育ち、この人だと確信しました。交際後しばらくしてプロポーズし、見事 OK。 まさかジムで人生のパートナーに出会えるなんてと今でも不思議な縁を感じます。おめでとうございます。まさに理想のカップルですね。 Y さん曰く、お互いありのままの姿を見て好きになれたから、結婚後も飾らず自然体でいられるのだとか。確かにジムで出会うと最初から素の姿を晒してますもんね。これもフィットネス恋愛の強みだと感じたエピソードです。お二人には末永く幸せになってほしいですね。体験談14、スで出会ってゴールイン。匿名34歳女性、会社員。34歳の佐藤さん、かなは職場では出会いがなく婚活に悩んでいました。そんな中、一年発起で通い始めたスポーツジムで現在の旦那様と出会ったのです。汗でボロボロのノーメイク姿を見せ合ったからこそ本質で惹かれ合えた気がしますと佐藤さん。ありのままの姿で出会うことで誠実な関係になれたといいます。最初はグループレッスンで隣り合い、終わって一言二言会話する程度でした。でも毎週顔を合わせるうちに自然と笑顔で挨拶する仲になり、ジムの休憩スペースでゆっくりお茶するように。お互い筋トレだけでなくアウトドア好きという共通点も分かり、交際に発展しました。さらにお付き合いを続ける中で、この人となら生活リズムも合うと感じたそう。実は佐藤さん、以前お付き合いしていた元彼とは、彼が超夜型で生活が噛み合わず苦労した経験がありました。でも今の彼、旦那は早起きで一緒に朝のジョギングを楽しめていますと笑顔で語っています。そんな価値観の一致もあってか、出会いから1年半で見事ゴールイン。ジム仲間が人生の伴侶になるなんて素敵すぎます。佐藤さんは婚活パーティーでは緊張で着飾った自分しか出せなかった。でもジムではぜいぜい息切らしながら励まし合う中で、お互いの素顔を好きになれたのが大きかったと振り返ります。これはジム初恋愛の醍醐味かもしれませんね。お二人の末永い幸せを祈っています。体験談15、憧れのトレーナーと禁断の恋。匿名30代女性、会社員。新潟在住で医療系企業に勤める34歳の私は、定時退社後にスポーツジムへ通うのが日課。ある時、入会当初から優しく指導してくれていたイケメントレーナーさんに惹かれている自分に気づきました。彼は誰にでも明るく話しかける人気者。私もレッスン後に世間話をしたり、マシンの使い方を教わるうちにどんどん打ち解けて、ある日思い切って「お疲れ様です」とこちらから声をかけてみると、彼もプライベートな話題をいろいろしてくれるようになりました。趣味の音楽や地元トークで盛り上がり、意外にも価値観が合うことが発覚。そしてついに「今度飲みに行きませんか?」とトレーナーさんからお誘いが。ドキドキしながらバーで待ち合わせると、普段ジャージ姿の彼がスーツ姿で現れて思わず胸キュン。楽しく会話し、お互い独身と確認してからはもう止まりません。数日後、正式にお付き合いすることになりました。ジムの先生と生徒が恋愛なんてあり？もちろん会社には内緒です。と彼女はウインク。ジムでは今も他の会員さんの手前、トレーナーと会員として接していますが、帰り道はこっそり2人でご飯に行ったりしています。周囲にバレないようドキドキですが、それもまたスリル満点で楽しいです。禁断のジム恋、まるでドラマですね。
こうして憧れだった彼との距離を縮められた私は、ジムに通って本当に良かったと心から思っています。今度の記念日には2人でこっそり遠出デートする予定です。体験談16、ジム友から始まった結婚生活。匿名20代女性、公務員。20代後半で市役所勤めの私は、仕事帰りにジム通いを習慣にしていました。ランニングマシンで隣り合う同年代の男性と毎回軽く会釈する程度でしたが、ある日思い切って「お疲れ様です」と声をかけました。そこから少しずつ会話が増え、今日も頑張ってますねと励まし合う中に、やがて一緒に帰るようになり、自然と食事に行く関係になりました。お互いの仕事の愚痴や趣味の話で意気投合し、半年後には交際スタート。その後2年ほど付き合い、結婚することに。ジムがなければ出会えなかったと今でも夫婦で笑い合っています。汗だくの出会いが人生の伴侶につながるなんてドラマチックですね。体験談17、サウナで距離が縮まった2人。匿名30代男性、自営業。ジムに併設されたサウナが僕の沖に入り、ある日常連の女性と「今日は暑いですね」と声をかけたのがきっかけでした。その後サウナで会うたびに世間話をするようになり、ジム後に水を飲みながら笑い合う中に、やがて今度一緒に外でご飯でもと誘いデートへ。リラックスした環境で自然に距離が縮まり、交際に発展しました。サウナが恋のキューピッドになるなんて。体験談18、トライアスロン仲間から恋人に。匿名40代男性、会社員。ジムのプールでよく顔を合わせる女性と泳ぎ方のコツを話すようになりました。お互いランニングも趣味ということが分かり、トライアスロン大会に出る目標で意気投合。練習を一緒に重ねるうちに距離が縮まり、交際に発展しました。今では大会にもカップルで参加するようになり、充実した毎日を送っています。スポーツの絆が恋につながるって素敵です。体験談19、ダンスレッスンで芽生えた恋。匿名20代女性、学生。大学生の私は体を動かすために通ったジムのダンスレッスンで出会いがありました。同じクラスの男性がいつも明るく声をかけてくれて、振り付けを一緒に練習するように。その流れで帰りに一緒にカフェに寄ることが増え、自然に仲が深まりました。今では大学も違うのに、毎週ジムで会うのが楽しみになっています。ダンスで息を合わせるうちに心もシンクロしたんですね。体験談20、シニア世代のジム恋。匿名60代女性、主婦。夫を亡くした後、健康のためにジムに通い始めた60代の私。ストレッチ教室で出会った同年代の男性と腰に効きますねなどと声を掛け合うようになりました。やがて帰り道を一緒に歩くようになり、同じバスに乗って世間話をするのが日課に。ある日彼から「よければ一緒にランチでも」と誘われました。久々にときめきを感じ、交流を重ねるうちに心が温かくなっていきました。今ではお互いを支え合う大切な存在に。年齢を重ねてもジムでの出会いが心を豊かにするんですね。まとめ、全体の要点。以上、ジムで始まった恋愛のリアルな体験談を20件ご紹介しました。傾向を振り返ってみましょう。よくあるパターン。ジム恋愛の多くは、何度も顔を合わせるうちに自然と仲良くなるケースでした。毎回同じ時間に通って挨拶を重ねることで相手に認識してもらい、また会いましたねが合言葉に距離が縮まるんです。ちょっとしたお手伝いやフォーム指導など自然なきっかけから会話が始まることも多かったですね。単純接触効果で好意が生まれるという心理効果も納得です。意外と多かった行動。グループで仲良くなるパターンも目立ちました。ジム仲間の輪に入って友達付き合いから発展したり、スタッフやトレーナーとの交流に発展する例も少なくありません。一方で、あからさまなナンパはほぼ失敗します。特に女性会員への過度なアプローチは敬遠され、出会いクリアと思われると嫌われるので要注意。話しかけてもらうのを期待する男性もいましたが、受け身ではなかなか難しいのが現実です。知られていない注意点。真剣に運動している人が大半なので、
トレーニング中にベラベラ話しかけるのは NG。 メリハリをつけ、挨拶や休憩中の軽い会話から入るのが鉄則です。また、恋愛に発展できた人の割合はかなり少数というデータを忘れずに、絶対彼女作るぞと息巻いて入会すると空回りしがちで、せっかくのジム通い自体が嫌になりかねません。教訓、気づき、自分磨きの延長に出会いがあるということ。恋人探しが第一目的だとうまくいかないけれど、フィットネスを頑張る中で結果として良い出会いに巡り合うケースが多かったですよね。成功した人の共通点として、純粋にトレーニングが好き、自分を高めたい気持ちが強い、コミュ力があるの3つが挙げられています。まさに体験談でも、まずトレーニングを楽しむことの大切さが語られていました。結局、頑張る人の姿にみんな惹かれるんですよね。おすすめできる人、できない人。まとめると、ジムでの恋をおすすめできるのは、体を動かすこと自体が好きで、恋は二の次でも OK な人です。同じ趣味、価値観を持つ仲間が集まる環境なので、フィットネス好き同士なら友情も恋も芽生えやすいでしょう。逆に、運動嫌いだけど出会いのためという人には正直おすすめしません。時間もお金もかかる上に成果が出る保証は低く、効率重視なら他の出会い方が向いています。それなら最初から合コン行きます。ジム恋愛は遠回りに見えて、自分磨きと並行できる素敵な出会いの形です。ピンときた方はぜひ参考にしてみてくださいね。筋トレと恋の両立、応援しています。それではまた次回のリアルボイス図鑑でお会いしましょう。あなたの初めてが後悔のない一歩になりますように。